皆さんこんにちは。ヒロのジャパニーズポッドキャストのお時間です。私の住んでいる函館はもうすっかり雪景色になってしまいました。道路に雪が降り積もっててですね、寝雪になりそうです。皆さんちなみに寝雪という言葉知っていますでしょうか？寝雪とは雪の間ですね。失礼しました。冬の間、雪が溶けずに残っている状態のこと。こちらを意味している言葉となっています。特に雪がですね、たくさん降る地域ではよく使われる言葉で、本格的に冬になりそうな時期に雪がたくさん降ってきて、窓の外を見ながら、こんな降ってたらもう寝雪になってしまうね、なんていう使い方をよくします。いい意味で使うというよりは、雪がたくさん降ってきて、これから大変だなという、どちらかというと、悪い意味で嫌だなという気持ちを表現するときに使われることが多い、寝雪という言葉です。日本でも雪がたくさん降る地域と、あまりですね、降らない地域というのがありまして、この寝雪という言葉、使っている人がいれば、もしかしたら雪がたくさん降る地域に住んでいる方なのかもしれません。少なくとも北海道では通じる言葉ですので、冬の言葉としてぜひ覚えていただければなと思ってご紹介いたしました。そしてちなみにですね、この動画、今回で3回目ですが、英語とですね、インドネシア語に YouTube の自動翻訳機能、こちら設定しておりますので、右下のですね、ボタンを押していただくことで切り替えることができるようになっています。ぜひ語学のですね、勉強のツールの一つとして使っていただければなと思っておりますので、ぜひご活用ください。さて、今回のポッドキャストのテーマでございますが、日本の子供のクリスマスの過ごし方です。噛んでしまいました。もう一回言いますね。日本の子供のクリスマスの過ごし方です。こちらについてお話ししていこうと思います。もうですね、あと数週間でクリスマスを迎える時期となりますが、クリスマスをする予定の皆さん、準備進んでいるでしょうか？特にですね、今回の話では、うちの娘のクリスマスの過ごし方と、私が子供の時のクリスマスの過ごし方、こういったことについてお話をして、日本の子供のクリスマスの過ごし方ってこんな感じなんだなっていうのを掴んでいただければなと思っております。うちはですね、妻と娘が、妻の、実家にですね、もうそろそろ行くことになっておりまして、クリスマス当日はですね、残念なんですけど、私一人になる予定となっております。もちろんですね、年末になれば、私も後でですね、妻の実家に行くので、みんなで合流はするんですけれども、クリスマスをですね、一人で過ごすかなというところで、あるんですが、娘とですね、テレビ電話だとかするのかなとは思っております。ただですね、クリスマスプレゼントなしというのは、ちょっと寂しいので、何か娘に買ってあげたいなと思って、妻と相談しているんですけれども、今のところですね、たくさんあるおもちゃを片付ける棚、こちらがいいのかななんていう話に今のところなっています。娘のおもちゃがですね、本当に部屋中に、たくさんある状態でして、もう間違って踏むとですね、本当にあれ硬いものもあるので、めちゃくちゃ痛いので、それを解消するためというところと、またですね、娘自身が、そろそろですね、ちょっとお片付け、なんとなくできたりはする時もあるんですけど、そろそろ本格的に覚えていただけるといいな、なんていう気持ちから、おもちゃじゃなくて、今回は収納する棚。これもちょっと遊びの一つとしてですね、やっていただけると非常に助かるな、なんていう親心もありまして、購入する予定となっています。もともと、おもちゃを入れておく、プラスチックでできたですね、ちょっと大きめの箱はあったんですけれど、娘がですね、おもちゃじゃなくて、自分自身が入ってしまって、遊んでしまうなんていうことがあって、それで遊んでるならいいんですけど、自分でですね、出られなくなってしまうというような、ことがあって、もう泣いてですね、助けを呼んでるなんてこともたくさんあったので、一回、ちょっと危ないかなということで撤去してたんですけれども、いよいよですね、ちょっと、1歳半にそろそろなるので、お片付け再開して覚えてほしいなってことでやっていこうと思っております。クリスマスをですね、やる予定の皆さんは、どんなプレゼントを用意する予定でしょうか？ぜひコメントで教えていただければと思います。
で、ここまでですね、娘に対するクリスマスの話というのをしてきましたけれども、自分の子供の頃はどんなクリスマス過ごしていたのかなというのをちょっと最近振り返ってみますと、いろいろですね、やっぱり考えてやってもらってたよなというふうに思い出してました。うちはですね、サンタさんがいるというような考えというのが、そんなに強く持っていなかった。周りもそんなに強く思ってる人もいなかったんですけれど、反対に、いつもですね、家にいた大きい熊のぬいぐるみっていうのがありまして、その熊のぬいぐるみがですね、クリスマスの当日朝起きると、帽子をかぶっていて、小脇にプレゼント抱えていたなんていう記憶がですね、あります。私の場合のクリスマスプレゼントっていうのは、大体がですね、テレビゲームでしたね。周りの友達もそうだったんですけれども、年間で、誕生日と、クリスマスぐらいしか、ゲームは買ってもらってなかったので、やっぱりですね、プレゼントもらった時すごく喜んだなっていうふうに覚えがあります。もらった当日からですね、もうずっとやってたなっていうふうに思っています。でもちなみに、ゲームはですね、クリスマスの数日前に、親とですね、一緒に買いに行ってたので、全然中身は知っていたんですけれども、それでもですね、やっぱり当日、放送紙を開けて、その自分の好きなゲームが出てきた時っていうのはやっぱり嬉しかったなと思います。サンタさんのですね、いるいない問題ってもういろんなところで、物議があるので、これ以上深くは触れないんですけれども、やっぱりサンタさんっていた方が、なんかですね、嬉しい気持ちになるのかなっていうふうには、やっぱり今になって思うことありますので、娘がどういう考えですね、持つのかっていうのはちょっとわかんないんですけれども、ぜひですね、ワクワクするような、サンタさんいるっていうようなですね、気持ちになってもらえるとちょっと、嬉しいかなというふうには今は思っております。ゆくゆくはですね、いろいろなところからいろんなこと言われて、自分の考えを持つことになると思うんですけれども、ぜひワクワクするような考えっていうのはちょっと持ってほしいな、なんていうふうにも思います。それから、私がですね、子供の時の話ですけども、近くの、ケーキ屋さんで、ホールケーキ、つまり切られてないですね、丸いケーキを買って、それを切らずにですね、実は家族みんなでフォーク持ってですね、それをつついて食べてたっていう思い出があります。これですね、当時友達に言った時ですね、そんなことあるのなんで切らないのっていう風に言われて、そういうものなのかと。他のところでちゃんと切って出して一人分ずつ食べてるんだなっていう風に、知った時はですね、すごく衝撃を受けた記憶があります。皆さんのところですね、やっぱり一人分ずつ切って、やってたっていうところがあるんでしょうか？あとはですね、家の装飾ですかね。よくテレビとかでは、イルミネーションを、窓につけたりして、ベランダに飾ったりとかですね、して、外を歩く人にも、楽しんでもらえるような装飾ってしている家庭がですね、たくさんあるのかなというところです。外国もきっとそうかなと思うんですが、日本もですね、結構皆さんやってたりするなっていうふうには見ます。で、私が子供の時もですね、やっぱり家の壁につけたりして、点灯させて、家の電気ですね、消してクリスマスのムードを作って、楽しんでたなんていう時もやっぱりあったなと思います。あとは、サンタさんとかですね、クリスマスツリーのごめんなさい、型紙を窓ガラスに当てて、空いてるところに、白いスプレーをシャーっとかけて、窓ガラスにサンタとかクリスマスツリーの跡をつけるっていうような、装飾っていうのも実はやってたなというふうに思い出しまして、もちろんですね、拭いたら取れるスプレーなんですけれども、やっぱりですね、なかなか窓ガラスに絵を描いていいなんてことはないので、そのスプレーでやってサンタさんとか、クリスマスツリーが白く、浮き上がるっていうのはすごく楽しかったななんていう記憶が、最近になってちょっと思い出されました。あと、クリスマスツリーですかね。なんだかですね、大きいものっていうのも家にあったんですけれども、あんまり、どっちかってちょっと興味があんまりなかったのかな、食べる方メインだったので、うちはあんま飾ったりってことはしなかったんですけど、やっぱり、置いてある置いてないんで全然、雰囲気変わってくるので、やっぱりこれはですね、置いてた方がいいのかなと、思います。ただ、やっぱりクリスマスツリーってどうしてもですね、外で大きいものに電飾とかでイルミネーションとかで飾られてるのがやっぱり綺麗かななんていうふうにもちょっと思うので、どちらにしてもですね、クリスマスにやっぱりツリーっていうのが欠かせないものかなとも思っております。
そして、夕食の時ですけども、友達とかはよく、ちょっと豪華な手料理が出てきて、こう、チキンとか、お寿司を食べてるなんていう話をしていたなというふうに思い出したんですけれども、私の家庭はですね、どちらかというと当日は外で食べることが多かったのかなと思います。外で食べるって言っても、本当に外で食べるんじゃなくて、ファミリーレストランとかですね、食べるっていう、意味なんですけども、うちは、ハンバーグとか、ステーキ、食べられるようなファミレスに行っていました。ね、本当に高価なところにはちょっと行けなかったので、スープバーとか、ドリンクバーとかついてるようなところです。で、好きなもの、もう好きなだけ食べてたな、なんていう記憶がありました。で、同じように、過ごしてた友達もですね、いたので、そんなに珍しいことでもないのかなと思いますが、こういうのってやっぱりちょっと大人だけのクリスマスの過ごし方とはまたちょっと違う過ごし方なのかなと、思いますね。どんなですね、過ごし方をしたとしても、そこにいる人たちが、やっぱり楽しく過ごしていれば、それがですね、正しいと言いますか正解なのかなというふうにも思います。皆さんはですね、どんなクリスマスを過ごす予定でいらっしゃいますでしょうか？こちらもぜひ、コメント欄で教えていただければと思います。さて、ここまでですね、クリスマスの過ごし方、お話をしてまいりました。参考にですね、なるかならないかといったら、あんまならないかなと思いますが、日本の子供の、クリスマスの過ごし方というのはこんな感じなのかなというふうに、ちょっと雰囲気でも、感じていただければ嬉しいなと思います。このポッドキャストでは、日本の家族の過ごし方ですとか、日本の文化などについてお話をですね、これからもアップロードしていく予定となっております。ぜひですね、いいね、そしてチャンネル登録、こちらですね、ぜひぜひお願いしたいと思います。それでは次のポッドキャストでお会いいたしましょう。ヒロでした。